本日こんにちは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、アドリアーノの理不尽感を味わいたいやっていきたいなと思います。いや、このガチャ来ましたねということで、このワクワクするやつがまた来ましたよって感じなんですけど、今回の主役はこちら、このね、殺人シュートですよ。殺人的なシュートがもうね、カシジャスがね、反応できなかったフリーキックがすごく印象的なんですけども、このアドリアーノ使うからにはやっぱり理不尽感をね、体感していただきたい。そのためには数値をどこまで上げればいいのか、今日はですね、そこを紐解いていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてやっていきたいなと思います。通常のミドルシュートですね。インパクトではなく通常のミドルシュートやってきました。キック力を上げて理不尽感が感じられるところまで見ていきたいなと思います。で、実践で使えるね、目安っていうのをね、数値的に探っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。実際インパクトよりね、普通のシュートの方が打つこと多いかなと思ったのでやっていきます。ということで今回ですね、シュート力、キック力を見た後にですね、決定力、ここもね、ちょっと実践向きのところをですね、探っていきたいなと思います。まずはですね、キック力から探っていきますね。これ初期値86の段階ですね。これでもだいぶ高いですけどね。これでどれぐらいね、入るのか、決まっていくのかっていうところですかね。いいシュートはあったんですけど、今回数値より見た目の方が大事かなというところですね。この殺人感みたいなね、このところを見ていきたいなと思いますけども、そうだな、これ分かりますかね、この若干山なりになってる感じ。入ってるんだけど、ちょっとね、押しが弱い感じですかね。数値的にはこんな感じでした。ちょっと枠外多いんですけど、数値は参考程度にこの辺は見ておいていきましょう。次行きましょう。まずは90まで上げて、92まで上げてきましたね。これブースター付きで92ですね。大体90ぐらいまで上げる人がほとんどかなと思いますので、ちょっとこの辺で見ていきたいなと思いますけどもね。はい、見ていただきました。さっきよりはね、殺人感増してましたよね、多分ね。ただね、なんかちょっと惜しい感じというかね、なんだろう、キーパーに割と止められちゃってる感っていうのはね、あったんで、数値はこんな感じ。誤差はあるとは思うんですけどね、ゴールキーパーセーブが 10% ぐらいにはしたいなっていう気持ちはありますよね。ちょっとなので、もうちょっと見ていきましょう。今度95まで上げてきました。いや、95まで上げたら相当だと思うんだけど、どうですかね。あと外すにしてもなんかホームランみたいのね、あんま見たくないですよね。はい、見ていただきました。いや、これはだいぶ殺人感あったんじゃないですか。このなんだろう、キーパーが届かない感じね。ぶち抜かれてる感じ。はいはい、いいですね。この突き刺す感じがすごくいいですね。なんかキーパー届くのにねっていう感じがいいですね。これぐらいはやっぱりいいですね。これぐらい高いとやっぱいいのかな。コース甘くても入ってくれるっていうね。こんな感じはいいですね。数値的にはこうなりました。数字的にはね、正直あんま変化はなかったんですけど、ゴールキーパーセーブがかなり減った印象ありますよね。だから数字的にはたまたまな感じもしますけども、やっぱこれぐらいは欲しいかな。でこれ見てほしいんですけど、これ、ね、やっぱ明らかにこうキーパー届くのに止められないってやつね。こういうのがやっぱ欲しいですよね。ただやっぱりですね、決定力ないとやっぱ実戦向きじゃない枠が 45% はさすがに使えないので、ちょっともう決定力を見ていきます。まずはですね、決定力80まで上げてきました。初期値がね、77だったので、3上げた状態ですね。これぐらいで変わんのかなっていう感じをしますが、どうでしょうかね。はい、見ていただきました。さっきよりいい感じしたかな。そんな感じしたんですけど、なんかね、入らなくなる時の差がすごく激しかったですね。ちょっとカットしちゃってるかなとは思うんですけど、突然入らなくなったりしましたね。結果はこんな感じ。一番下のところになってくるんですけど、数値的にはそんなに変わんなかったですかね。ちょっとずつ枠が減ってってる感じもしますが、もうちょっと見ていきましょう。はい、今度決定力85まで上げてきました。これでどうかな。
30本程度ずつ見てきてはいるんですけどね、それでどう差が出るかって感じですが、いいですね。はい、見てました。いや、めちゃめちゃ良くないですか。だいぶいい。ちょっと気持ちかったんでいっぱい出しちゃったと思うんですけど、特にですね、今までのなかったこの外し方もですね、結構可能性がある外し方してましたよね。ポストとか、キーパーがギリギリ触っちゃったとかね、そんな感じでした。結果はこんな感じ。はい、ということで、これ、50% 超えましたね。ペナガイの通常シュートで 50% 超えたら、まあ結構いいんじゃないかな。まあインパクトならね、もちろんもっといいと思うし、あとはね、もちろんペナ内だったらかなり手堅くいけるかなと思いますので、あとね、大外し、やっぱり大外し、ホームランみたいなね、ああいうのが少なかったですよね。これはかなり大きかったなと思いました。これだったら理不尽感出せますね。はい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 。なかなか面白い結果になってきましたね。はい。というところで、今日は結論です。アドリたいなら、キック力95、決定力85は最低限欲しいとします。はい、というところで見ていただきました。まあ様々ねちょっと見ていただきましたけども、まあなんだろうね、最低限のラインの目安って感じですかね。まあ92だとダメなのかとかそういうことではなくって、まあ例えばこう比べてみたんですけど、スタート位置こうやってねボールの位置合わせて比べてみました。ちょっと影のところでね見ていただきたいんですけど、割とね92もねいい線いってるんですよね、ボール1個分ぐらいなので、まあ、ただやっぱり理不尽感アドりたいっていう意味で言うと95は欲しいのかなっていう感じがしましたね。まあ、あとはですね、結局このアドリアーノをどう使うかっていうところになってくるかなと思います。以前の検証ではですね、スタミナ 70% を切るとですね、やっぱり能力が下がり始めたということですね。現環境全く同じかと言われると厳密にはもう測定できないんですが、能力が著しく減少することには間違いないと思いますから、まあ、フル出場で使うならもうちょっと能力上げる、もしくはスタミナ上げるとかがね必要にはなってくるよというところですかね。まあ、ただ前半だけとか後半だけとかワンポイントで使うこと多いかなと思いますので、それを踏まえた上で育成こんな感じにしていくのがいいかなと思います。監督がまず85点ハーフとかねいう場合はこんな感じですかね。で87の場合もそんな変わんないかなと思ってたので、ただ88だと若干ね余るんで、こんな感じになってますよで参考にしてみてください。まあこれちょっとポイントがあって、まあ、キック力と決定力はね最低限のところ乗っけてはいるんですけども、ボルコンですかね、ボルコンをちょっと90に乗せたいっていうのがあって、レイサルビルドロマン使ってる方はですね、残りの部分をどこに使うかとかは自由にねフィジカルなのか、もしくはキック力もっと上げてもいいと思いますからね。はい、ということで参考にしてみてください。でまあ言うてね、ただね数値高いんだけど、やっぱ身長的にね重さは感じちゃうと思うんですよね。ここばっかしはしょうがないかな、まあ、身長の割には軽いかなと思うんですけどね。であとはボックスストライカーとレインブレーカーの違いについて、動きの違いについてはねこの検証以前やってますから、ぜひね概要欄から見ていただければと思います。はい、ここからは雑談になっていきますけども、まあ目標についてですね、目標ちょっと考えたんですけど、やっぱりですね年内3万人これでいきたいかなと思います。まあ言うてですね8ヶ月しかないんで結構なペースでね増えていかなきゃいけないので、ちょっと頑張りたいなと思いますが、はい、まずはここを目指してですね今後もやっていきたいなと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指していきたいなと思いますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日ねアドリアーノやってきました。いやまあねこれ結構これはこれで面白いですね。今後の他いろいろな育成にも、役立ってきそうな検証になったかなと思いますので参考にしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。